はい、どうも藤井です。前回はブランキー・ジェット・シティのファーストアルバムレッド・ギター&ザ・トゥルースを紹介したんですけど、今回は続けてセカンドアルバムバンを紹介します。ファーストアルバムリリース後のブランキーは1991年7月にアルバムよりテキサスをシングルカット、1991年8月よりセカンドアルバムの制作に入り、12月に先行シングルとして冬のセーターをリリース。1992年1月にこのセカンドアルバムバンがリリースされます。このアルバムでの前作からの大きな変化というと、その音質です。ファーストと比較して非常に生々しくゴツゴツとした音になっています。これは今作からプロデューサーとなった土屋正美さんの意向によるところが大きいようですね。土屋さんといえば1980年代初頭にニューウェーブ系のバンド一風堂で活躍したことでも知られていて、新しいテクノロジーなどを取り入れていく人のような印象がありますが、この1990年代初頭の時代、レコーディング環境がアナログからデジタルに移行していく中、人間力を感じる演奏の重要性を改めて感じていたということです。その土屋さんはブランキーを聴いて、そこに理想的なロックバンド像を見出し、自らプロデュースを買って出たそうです。そして両者の目指すところの音というものをバッチし一致したのでしょう。そこから1995年、アルバムでいうとスカンクまで、土屋正美さんはプロデューサーとして関わることになります。ではザ・ブランキー・ジェット・シティのセカンドアルバムバン、1曲ずつ聴いていきましょう。1曲目、レインドッグ。イントロのギターリフから目の前で指使いが見えるような臨場感を感じます。そしてダダダーっていうドラムの入りのかっこよさ、すべての楽器の音が生々しくトゲトゲしい。当時聴いてすごい衝撃を受けましたね。個人的には当時このベースのリフをコピーしようとしてうまく弾けなかった、照井さんのような力強いピッキングで弾けなくって、挫折した苦い思い出のある曲ですね。2曲目、冬のセーター。先行シングルとなった曲で8ビートのタイトな演奏に乗って歌われるのは、モデルガンで自分の頭を撃つ、核爆弾を搭載した B52 爆撃機といった緊張感を強いる言葉から、おばあさんの編んでくれたセーターを着なくちゃという温かみを感じさせる対照的な言葉で締める、こうしたハードな世界観の中に意外性を感じる言葉を入れてくるのは、ブランキー浅井健一さんの歌詞の特徴だと思います。こうした特徴がとても印象的に現れた初期の代表曲と言っていいと思います。3曲目、Soon Crazy。テンポの速いロカビリースタイルの曲です。ここで歌われる歌詞はまさにクレイジーとしか言いようのない内容で、今にも泣き出しそうなピエロが玉乗りしながら俺の頭の周りをぐるぐると回り始めたと、ここで書かれる情景は、どこか怪しい非合法な香りのするパーティーを想像させます。そして曲のラストでは、家に帰ってトムとジェリーでも見ようぜと吐き捨てるように言います。これも冬のセーターと同じくハードな世界観の中に対照的な言葉を入れる手法の一例だと思います。個人的にはこのくだりがあることで危なっかしい世界観から抜け出すことができるように感じますが、後のライブではこのトムとジェリーのくだり歌わなくなり、ただただ危ない雰囲気の曲になっています。4曲目、ヘッドライトの枠の取れ方が活かしてる車。ドラムのブラシの音から始まるどこかラテン的なノリの曲です。歌詞はロードムービーとかアメリカンニューシネマ的なイメージで、当時のインタビューで浅井さんは、俺たちに明日はないのような人生を生きたいと語っていて、自分はそのこととこの歌詞が直接的につながっているように感じました。そのインタビューを読んで以来、この曲は自分の頭の中では俺たちに明日はない、ボニー&クライドの映画の情景で再生されるようになりました。歌詞では書かれていませんが、この主人公の2人はこの後悲劇的なラストを迎えるとしか思えないエンディングのあたりが悲痛な感じに響いてきます。個
個人的にこのアルバムで一番好きな曲かもしれません。ブランキー全体でもかなり上位に来る大好きな曲ですね。5曲目、絶望という名の地下鉄。オルガンの響きに続いてサビから始まるハードな曲です。ドラムのタムを多用したリズムパターンとゴツゴツしたベースのリフに乗って歌われるのは、地下街でたむろする不良少年の歌で、ローラースケートを履いてひったくりをする、近づく時の音を消すために高級な油を使うという発想とディテールが当時はショッキングなほどのインパクトでした。6分半という長尺の曲ですが、演奏のテンションが高く、全く長さを感じさせないですね。各楽器が主張しまくりバキバキいっているかっこいい曲です。後年のライブではアレンジを変えて演奏されていましたが、自分はこのオリジナルのアレンジが好きですね。6曲目、溶けちまいたいのさ。レゲエ的なリズムのちょっとおとなしめの曲ですね。自由と孤独を感じさせる歌詞、淡々とした A メロからサビでの開放感が気持ちいいです。7曲目は星7つの伏せ字になっていますが、本来のタイトルは人殺しの気持ち。ブランキーにはいくつか問題作といえる曲が存在しますが、そのうちの1曲と言えるでしょう。曲的には速い16ビートの刻みを軸にアグレッシブに疾走するかなり激しい印象を受ける曲です。問題の歌詞は元のタイトルの通り、人を殺めようとする男の心情を歌います。腐ったやつを正しいやつが引き裂いてやるのはいいことなんだろう。神様だってそうするはずさ。この歌詞は当時本当にショッキングでした。歌詞のラストで、両肩に舞い降りてきた黒い星がいくらこすったって取れやしないんだというある種のオチはつきますが、そこまではただただ殺人を犯そうとするものの憎悪の感情だけがぶちまけられたような歌詞で、どう受け止めていいのか戸惑いをずっと感じていた曲でした。そして困ったことに曲演奏が最高にかっこいいというのもなんとも罪深い曲です。8曲目、クリスマスと黒いブーツ。印象的なギターリフから始まるこのアルバムの中ではポップな印象を受ける曲です。浅井さんの子供の頃から変わらないという少年性、純粋さと世の中とのギャップが歌われます。太陽とか冒険とかクリスマスとか黒いブーツが子供の頃からただ単純に好きなだけさ。このキャッチーなサビがすごくキラキラした感じでハードな印象の曲が多いこのアルバムの中でちょっとホッとできる瞬間になっていると思います。ブランキー後期の赤いタンバリンとかスイートデイズみたいなポップで親しみやすい路線の先祖って感じがしますね。9曲目、バン。アコギのイントロもインパクトがあるロカビリー調のタイトル曲です。恋人同士でふざけ合うような情景が歌われますが、どこか切ない感じが根底にあるように思います。オーソドックスなロカビリースタイルで短めの曲なので、当時は他の曲に埋もれた地味な曲のように思っていましたが、年を経るにつれ、好きな曲になってきました。青春の儚さみたいなのが胸にチクチクくるような感じと言いますかね。10曲目、ディズニーランドへ。長いアコギのイントロから始まるヒリヒリとした焦燥感を感じさせる曲です。この曲の歌詞はこのアルバムを語るときにとても多く言及されていますね。これもまたブランキーの問題作であり、多くの人に強いインパクトを与えた曲だと思います。ノイローゼになった友達にディズニーランドへ行こうと誘われ、主人公はもちろん行こうと約束しますが、その友達と一緒にいるのが辛くて恥ずかしいから約束を破ることになるだろうと言います。そして歌詞の最後は、僕は冷たい人間の仲間入りさと締めています。仲の良かった友達と何らかの理由で疎遠になったり関係を切ったりということは誰しもが経験することだとは思います。しかしそれをここまでストレートに赤裸々に歌詞にしてしまっていることが当時かなりショッキングでした。しかもどう考えても主人公が一方的に悪いような視点で書かれていて、聞いていると心がヒリヒリしてどうすればいいんだっていういたたまれない感情になってしまいます。
この浅井さんの歌詞はあまりに無防備に自分は悪い人間だと言っているようで、そのことをどうするべきかというのもなく、ただ投げかけてくるんですね。この歌詞、本当に誰にでも理解できる言葉遣いで書かれていて、内容に対しての解釈の幅はほとんどなく、誰もが同じものを受け取ると思います。しかしそこから何を考えるかは人によって違ってくるのかなとは思っています。単純に不良っぽいかっこいいロックかと思って聴き始めると、なんかこういうの食らってしまう、これも初期ブランキー・ジェット・シティを代表する曲でしょうね。11曲目、2人の旅。切ない雰囲気の漂う横乗りのグルービーな曲です。歌詞については特に不穏なところもなく、2人の旅というのは何かの暗喩であるのかなとは思うのですが、繰り返しが多くて演奏のグルーヴをメインにした曲だと思います。12曲目、小麦色の斜面。ラストはテンポの速いロカビリー調の明るい曲です。トラックの荷台に藁を敷き詰めて、その上に寝転がっていろいろ想像を巡らせているという、何かそれを想像しただけで心地よくなる、アルバムが結構ハードな感じの曲が多かったので、ここに来てすごく安心感みたいなものを感じてしまいます。歌詞の中盤に出てくる破滅型ロックンローラーっていうのはジョニー・サンダースだという説があるそうですね。しかしそれに続くギターソロは多分1969年のウッドストックの10 Years After が元ネタなんじゃないかと思っているんですが、どうなんでしょう。ともかく重い雰囲気のアルバムですが、ラストはご機嫌なロックンロールナンバーで気持ちよく幕を下ろします。以上12曲でした。自分はこのアルバムを当時発売されてすぐ買って聴いたんですが、出だしの音の生々しさにいきなりガツンとやられましたね。逆にあまりに全ての楽器、声が前に張り出してくる感じで聞き疲れてしまって、ちょっとうるさすぎて好きじゃないかもと思ったほどでした。しかし聴いていくうちに耳も慣れてきて、各楽器の演奏、歌がこう入ってくるようになると、完全にその世界にはまってしまいましたね。あとベースをやっていた自分からしたら、この照井さんのベースの音も衝撃的でしたね。ゴツゴツとしていてサスティーン短めに聞こえるこの音は、ピックが当たっている感覚、左指で押さえている感覚が伝わってくるようで、ちょっと不揃いで整えられていない感じもして、人間が演奏しているっていうのが生々しく感じられるものでした。しかし当時の日本のバンドのサウンドはもっと綺麗に整えられたものがほとんどだったように思います。だから、全体的なサウンドとしてはファーストアルバムのような音が当時は普通だったと思うのですが、このバーンの音を聞いてしまうと、それらがなんかぬるくてしょぼい音のように感じてしまうようになった、というのは正直あります。でも実際は、ファーストも良い曲ばかりだし、全然悪いアルバムではないんですけどね。このバーンというアルバム、演奏にしても歌詞にしても加工されてない生々しいものがそのまま出てきてしまったという、日本のロックの中でもかなりインパクトの強いものだったんじゃないかなと思っています。それは土屋正美さんのプロデュースワークによるアナログにこだわった録音ということが大きかったのではないでしょうか。そしてこのブランキーのような武骨でこびない、もうロックとしか言いようのないバンドが、あの時代にメジャーで一定の売り上げと評価を得ていたのは、今から思うと奇跡的なことのように思えてしまいます。はい、というわけで今回はザ・ブランキー・ジェット・シティのセカンドアルバムバンを紹介しました。ご視聴ありがとうございました。